はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、春の限定任務であります。春の近海小海のお散歩というね、ちょっと春を感じさせる、そういう任務をやっていこうと思います。副題としまして、クジラで行くと今回ね銘打っておりますけども、こちらはサムネイルに出てます、大芸と、人芸ですね。この両名が機関として、海域の方に出撃をすると、そういった感じでいきたいと思います。きつねぶどうさん、こんにちは。はい、きつねぶどうさん、こんにちはです。今日もよろしくお願いいたします。今日はちょっと天気の方がね、あまり良くないと言いますか、朝は雨が降ってましたけど、今はちょっとね、風が強くなっちゃってて、もしかしたら、そういう風の音もね、聞こえたりするかもしれないんですけど、皆さんのところはどんな感じでしょうか。晴れているところは晴れているでしょうし、私と同じようにね、天気の悪いところもあろうかと思いますけど、元気に、配信の方は続けていきたいと思っております。それでは最初に、任務のね、内容の方から説明をしていきたいと思います。春限定期間に潜水母艦または練習巡洋艦、軽巡洋艦ほか駆逐以下の小艦艇による5隻以下の哨戒艦隊で、空母9さん、こんにちはです。今日もよろしくお願いいたします。製油所地帯沿岸南西諸島近海南西諸島海域バシー海峡に反復哨戒、敵を捕捉撃破せよという内容になっております。なので、機関の方が、潜水母艦、他にもね選べるんですけど、今日はもう人芸大芸で、行くつもりなので、ただね、随伴指定されてるのがね、ほんと小型艦しかも4隻で合計5隻以下の艦隊ということなので、結構ね攻略の方最初簡単かなと思ってたんですけど、結構やってみると難しそうな雰囲気が漂ってましたんで、装備の方はねもう本当にガチ装備で挑んでいきたいと思います。はい、今回の、海域は各2回の越勝利が必要になります。ただちょっと事前にね1の3と2の1では最初にもう1回クリアしておきました。ちょっと最初にどんな感じかなと思って行ったら、結構大変でしたなのでそれはちゃんとね戦闘情報として持ち帰ってますので、今回はそれに基づいての編成と装備になっております。それでは続いて出撃メンバーの紹介をしたいと思います。
出撃のメンバーですが、陣芸と大芸、そして駆逐艦からは宇月、さざ波、響、有明ですね。その他と言いますか今回は潜水艦ムスを、ほぼ総動員するという感じの陣容になっています。イムヤ、ゴーヤ、ハチ、イク、ニム、ヨナ、そして、ロー500、ローちゃんですね。ロー、イ504、ちょっとね、読み方の方が長いんで省略させてもらいます。そして、イ400、シオン、そして E401 のシオイ、E14、ヨナと、ヨナじゃない、イオと瞳ですね。ダメですね。普段、うまく口が回ってないということで申し訳ないです。はい、以上のね、メンバーを今回の出撃する陣容でいきたいと思います。それでは早速出撃の方ね、いきたいと思いますが、一応今日のスケジュール的には、最初の1の3と2の1ですね。こちらが攻略を前半として、そこで一旦休憩を挟んで、今日のカンコレグッズの紹介をさせてもらいまして、そして2の2ですね。バシリ海峡。こちらはまだ攻略をしておりません。ですから2回攻略をするんですが、出撃するメンバーは2回とも別のメンバーを出すつもりなので、そちらを後半と。そして今日の記念日の紹介をさせてもらってという流れでいこうと思っております。あとはそうですね、来週の22日にはアップデートが入りますので、その前までにもう一度配信できればいいかなとは思ってるんですけど、今のところ未定です。配信アップデート終わった後になるのかななんてちょっと思ったりもしてますけど、そこはまた後のお話なので、今はこの攻略の方ね、集中していきたいと思います。またね、前回見に来ていただいた方はご存知だと思うんですけど、はい。そうですね、キツネブデオさん、ちょうどそのことを今ね、言おうと思ったんですけど、出撃の任務をね、チェックし忘れてて、攻略はしたんですけど、裏でね、報酬をね、取るというちょっとしたことがありましたので、今日はちゃんとチェック入っております。なので、ここら辺はね、今後の反省点としてちゃんと覚えていかないといけないかなと思っています。はい。そして遠征部隊が帰ってきましたね。はい。イベントの方もね、あと2週間後にはね、発動ということになるので、当人事府としてはもう燃料とね、防気サイトを集中的にいつも備蓄をしております。弾薬は自然回復量まで減らしても、ある程度回復は早いので、ガンガン使っていこうかなと、思っています。もう一部隊もね、帰ってきましたね。はい。
ちらの遠征任務が、出し終えましたら、出撃の方ね、していきたいと思います。はい、最初の製油所地帯の沿岸1-3の出撃メンバーは、以上5名になっています。大芸、宇月、さざ波、有明、そして響。この4名に関しては、大芸は史実は潜水母艦になってから、航空母艦に改装をね、されちゃったんですね。ですから、実際の戦いが始まった時にはもう潜水母艦ではなかったわけなんですけど、その後、劉邦って名前にね、変わりまして、何度かね、被弾をして修理をしてというのを繰り返してましたけども、その時に護衛をしていたのがこの4名、もっといるんですけどね、私の中ではこの4名をピックアップさせていただきました。大芸のね、この戦闘力に関してはもう大変なもので火力がね、今20しかちょっとないんで、ここはあまり計算しないでいきたいと思います。でもね、一応副砲で、スロットルにこう8センチ光学砲が詰めて、水上戦闘機とね、偵察機を合わせ持つことで、弾着観測射撃ができるという仕様にはしていますけど、やってみた感想としては、見ていただければお分かりになると思いますので、これは割愛させていただきます。あと、他の4名に関しては主砲と電弾装備になっています。海域そのものが、対空戦闘はないので、対艦戦闘のみということになりますので、この装備の状態で行ってみましょう。なるほど。ここの最初のルートがね、ちょっとランダムなので、下に行くか上に行くかちょっと怖かったんですけど、上の方に行ってみましたね。ここもね、ランダムなので、上に行けば燃料もらえるし、そうでなければあと戦闘に入っていくというね、そういう流れになるかと思います。今回はね、燃料を取れたようなんで、見えくるなんてね、いう言葉も出てましたけど、燃料は余計にね、貯めておかないとね、気づいたら結構減ってたりするので、気をつけましょう。それでは、ここからは戦闘、注目していきます。おー、大芸の弾着射撃で軽準落とせましたね。いやー、今までやった中でも一番火力が出たんじゃないかと思います。
そして MVP は響でしたね。これは火力がものを言うとこなんでしょうがないね。初春型4番館、初島です。皆さん、よろしくお願いします。はい、初島よろしくね。では、続けて進軍をしていきましょう。敵艦発見。どうしましょう。当たって。無駄だね。そこだろ。なめんなよ。撃て。そこなのに。見つけたぜ。やるしかないな。剣敵必殺だ。砲戦、魚雷戦、用意。行くぜ。いいですね。ここまではもう至って順調ということで、完全勝利。いいですね。まあそんなもんだな。まあ別にいいよ。褒められたくってやってるわけじゃねえんだな。っていうね、有明はもうこういったところが、性格が現れてていいですね。道しおよ。私、なんでこんな部隊に配属されたのかしら。いや、申し訳ない。こんな部隊に配属されて、私の方でも頑張って運営するので。こう見ると可愛い編成ですね。そうですね。火力とかね、そういうのを考えてくると、解任のカンムスとかね、最近ですと、カゲロ型もそうですし、ユーグモ型も、火力ガン増しですけど、とは言っても、この子らもね、十分戦えますので、選抜をしてみました。さあ、ここはね、ボス戦で勝利を取らなくちゃいけないんですけど、戦艦がね、いるので、苦しい戦いになると思います。それでは、行ってみましょう。遅いよ。そこだろ。なめんなよ。松木型の本当の力。徹底的にやっちまうのね。くらえ。まあそんなもんだな。まあ別にいいよ。褒められたくってやってるわけじゃねえんだな。ということで、野戦まで行くかと思ったんですけどね。やっぱり魚雷は、駆逐艦の一撃必殺、これがあればね、大型艦も怖くない。ということで、最初のマップは攻略できました。みんなお疲れ様。俺の名は天竜。怖いか？
ふふふ、怖いかの天竜の第18戦隊ですね。ほんとね、天竜もね、竜田も強いんでね、怖いですよ、この子は。うん。よろしくお願いします。はい。無事帰ってきました。よかった。はい、ありがとうございます。潜水艦と編成ですか？お任せください。うん。まあ、大芸はね、まあ、潜水艦の母艦として非常に優秀な、うん、まあ、能力を持っています。なので、まあ、潜水艦娘のみんなからは非常に慕われている、まあ、そういうね、微笑ましい艦であります。ということなんですけど、まずは任務の確認をしましょうね。はい。はい。今回の、回帰は3つ、それを2回ずつね、勝利を取ることで、1つの回帰ごとに終了すると、まあ、こうやってパーセンテージが出るようになります。今は1の3のね、まあ、聖女地帯を攻略しましたので、まあ、2回やったことになってます。なので 50% ということになりましたね。うん。お花見ですか？お任せください。お重いっぱいにお料理詰めて汗さんじますね。あの子たち、何が好きかしら？楽しそう。潜水母艦神経お祭りをします。いやー、本当に今日はね、天気が荒れてて、私の住んでるところはもう風が多分これ風速10メートル超えてるんだろうなと。うん、うっかり外に出ようもんなら、何かに当たってしまいそうな、そんな雰囲気を出してますので、ちょっと外に歩くのは危険ですね。うん、はい。そして、続いて、2の1、南西諸島近海。こちらの任務はね、まあ、いつもですと、軽巡洋艦を旗艦にして、まあ、駆逐艦、あとは水上規模艦といった編成で攻略をしていますが、5隻で行くっていうのはちょっと今までなかったんで、どうなるかちょっとね、不安でした。うん。まあ、事前にちょっと一回行ってみたんですけど、ボスまでたどり着かなかったんですよね。ということを踏まえまして、装備を変えました。はい。潜水艦たちのお世話はお任せください。私、潜水隊の母艦ですから。当初はね、陣芸に主砲と水上戦闘機を一中隊、水上戦闘機を一中隊、まあ、スロットルは同じで基準にしてたんですけども、道中の制空値がだいたい、まあ、3スロットくらいないと、航空優勢取れないんですね。ということが分かっちゃって、このままですと、制空権喪失になります。なので、もう一つ、提督は何をしても怒らないから好きなのね。ここからはね、潜水艦娘の活躍がなくては攻略できないということなんですけど、魚雷の方を一つ下ろして、水上戦闘機を積みました。一応これで航空優勢なるかならないか、まあ喪失にはなりませんので、あとは、まあ戦闘形態にもよりますけど、どれだけ魚雷がね、うまいこと当たるかの、そこにかかってきます。残りの、3人は、魚雷をね、両方とも積んでるような状態になってますので、まあ、以上、この5名で
攻略をしたいと思います。あともう一つ不安要素としては、潜水艦ムスをこう編成しちゃってるので、道中がねランダムになってます。大体ボスに行くらしいんですけど、もしかしたらそれるかもしれません。なのでその時は、回数でねこなしていこうと思います。そうだ、このお仕事終わったら潜水艦隊でお花見しましょう。提督、いかがですか？よかった。私、ごちそう作りますね。もう、お花見に行くことが確定になっちゃってるようなんですけど、大丈夫なのかな。それは終わってから考えましょう。それでは、続いて南西諸島紹介、こちらの方に行ってみたいと思います。本当にね、この総合力だけ見ると不安しかないんですけど、でも大丈夫でしょう。行ってみましょう。抜病します。皆さん、よろしくお願いします。あれは敵。皆さん、気をつけて。戦闘用意お願いします。大嫌い。さあ、いらっしゃい。大嫌い。さあ、いらっしゃい。何するんですか？信じられない。もう。練習の時もこの第一歩でねダメージをよく受けてました。なのでまだ中波。まだ中波なんで大丈夫。はい、進軍をしていきます。ここで高速建造材を取るのはここまではね、ルート的に決まってるんですけど、ここからが、どっちに行くか分かりません。さあ、羅針盤さん、どっち行ってもね空母がいるから同じなんだけど、下に行ったか。こっちはね抜級がいるから、あちらはお級がいるんで、そうね、制空地で行くとこっちの方がちょっと低いくらいな感じですけど、行ってみましょう。戦闘は単獣陣で、みんな頑張ってきてね。あれは敵。皆さん、気をつけて。戦闘用意お願いします。大嫌い。魚雷1番から4番まで装填。さあ、戦果を上げてらっしゃい。やめなさい。さあ、いらっしゃい。予想はしてましたけど、ダメージギリギリですね。もう1でも受けたら大破の状態。じゃあ、ご褒美にシュトーレン食べたいな。さっきからね、ハチが
MVP 取ってますけどもね。なんでかな。一番火力が出てるという証拠だと思います。でもね、ルート的には、ここ乗っちゃったらもうボスに必ず行けますので、あとは、ボスを倒せるかどうかになってきますね。ちょっとね、不安ではありますけど、開幕来撃、これで全てが決まる。そこをみんな頼む。敵、皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。あれは敵、皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。魚雷1番から4番まで装填。さあ戦果を上げてらっしゃい。大嫌い。やめなさい。流れは悪くないですね。あと2隻落としてもらいたい。3隻残りましたね。ここらは野戦でとどめを刺したいと思います。行きましょう。料理は危ない。皆さん気をつけて。基礎点に近づいて確実に沈めるの。ゴーヤの魚雷さんはお利口さんなのでち。浮上しても抵抗するよ。持ち帰った20ミリ連装機銃が火を振ってるようなものなの。火力が足りませんでしたね。やはり、戦艦をね、落とすには、はっちゃんのね、カットインで落としたかったんですけど、やっぱりそううまくはいかないですね。あら、はっちゃんやっちゃった。じゃあご褒美にシュトーレン食べたいな。キツネぶどうさん、惜しい。すずです。水雷戦隊の指揮ならお任せ。全力で提督を勝利に。皆さんお疲れ様でした。あの子たちも喜びます。少し体調が優れなくてごめんなさい。助かるわ。スナイパー魂がたぎるのね。潜水艦たちのお世話はお任せください。私、潜水隊の母艦ですから。
水母艦ジンゲ没病します。皆さんよろしくお願いします。あれは敵。皆さん気をつけて。洗脳用意お願いします。はい、すいません。1の1に行っちゃいました。やらかしました。ごめんなさい。早々に撤退したいと思います。お役に立ててよかったです。また何かあったら言ってください。今日も早速の、ガバプレイをね、やってますね。磯波と申します。よろしくお願いいたします。はい、磯波よろしくね。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、これでね、私も喜びます。補給したんですけど、初戦で撤退をしちゃうとね、疲労が本当に抜けないので、ちょっと疲労抜きをしないといけません。なので、ちょっと、時間とは早いんですけど、今日のカンコレグッズの紹介コーナーをしていきたいと思います。TS 岩川牧場さん、こんにちはです。今日も来ていただいてありがとうございます。本日はね、春限定の春の近海紹介お散歩ですね。でもね、本当お散歩っていうレベルじゃない難易度だと私がそう勝手にやってるだけなんですけども、よろしければ、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい。ではね、ちょっとだけ今日のグッズ紹介のコーナーを挟んでいきたいと思いますので、少々お待ちください。空母9さん、津山さん、こんにちは。はい、それでは今日のね、グッズの紹介コーナーを始めたいと思います。今日の紹介をする商品はこちら。商品というかね、はい。こちらは、艦隊コレクションカンコレ、ステンレスマグカップになります。一部で大変人気が高い。岩川牧場さん、おきゅうさん、こんにちはです。皆さん改めまして、こんにちはです。タモンマルです。今日の商品は、この有名と言いますかね、昔はよく配信がストップするたんびに、この子がね現れて、猫ったと言ってましたけどもね、それが人気になって、今は本当に寝こるようなことはなくなって猫と和解したんだろうなというふうに思いますけども、そちらの商品化されたものがこれですね。
実物に関しては、でも実は、こちらの商品はね、実用しております。これは歯磨きの、コップとしてね、日頃使わせてもらっておりますので、ちょっと実物はここに今ないんですけども、まあ意外と気がつかれないもんで、まあせっかくね、まあこういった商品も眠らせているよりは使った方がいいと思いますので。きつねぶどうさん、これ、私も持っています。あ、きつねぶどうさんも持っていらっしゃいますか。この商品に関して、まあ結構ね、実用性の高い商品なんかも多いんで、皆さんもね、まあ、飾っておくのもいいでしょうし、実際に使える商品であれば、もうバンバンね、使っていければなというふうに思います。今日はね、ちょっとね、こちらの普段使っている商品のグッズの紹介をさせていただきました。はい、それでは疲労の方もこれで抜けたと思いますので、ゲームの方に戻っていきたいと思います。間違った。こっちじゃない。こっちじゃない。はい。こちらにして、はい。さて、先ほどはね、1の1に行っちゃいましたんで、今回はちゃんと1の、あ、違う、2の1に出撃していきましょう。潜水母艦ジンゲ没病します。皆さんよろしくお願いします。あれは敵。皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。大嫌い。魚雷1番4番まで装填。さあ戦果を上げてらっしゃい。大嫌い。魚雷1番4番まで装填。さあ戦果を上げてらっしゃい。今回は被弾をせずに、全部ね、戻せましたね。基地航空養成さんもにっこりということで、はっちゃんやっちゃった。じゃあご褒美にシュトーレン食べたいな。ね、シュトーレン美味しそうですけど、いや私もね、甘いものには目がないんで、軽順ながらです。よろしくお願いします。はい、ながらちゃんよろしくね。まあついつい、まあ完食をね、しちゃいたくなるんですけどもね。ただね、ほんといかんせん、海っていいよね。海って。体重のことをね、気にしちゃうとね、食べるのを躊躇してしまうというのが最近ですね。まあ、食べたら運動したらいいじゃないと言われるんですが、そういう努力をね、せずに、もうダラダラしてますので、洗脳用意お願いします。
でもね、対処法として、水分をたくさん取ると。そうすると、若干ですけどね。あ、あ、何するんですか。信じられない。もう魚雷今回は、開幕でのね、やめなさい。攻撃が激しいな。魚雷1番4番の装填。さあ、戦果を上げてらっしゃい。やっぱり開幕が怖いなと思ってたんですけどもね、やはりなっちゃいましたね。でも仕方がないです。ここはもう水上艦狙ってこられる時点で、ダメージはね、覚悟してましたけども、合格のご褒美期待しちゃうなのね。ね中波で済むと思ったんだけどね、大破しちゃったんで、もう帰るしかありません。道潮よ。そして今日2回目の道潮でした。本当にね、もうガバ提督で申し訳ありません。津山、岩川牧場さん、集中しますからね。攻撃が水上艦一隻なんで集中しちゃうもんですから、皆さん、お疲れ様でした。駆逐艦もね、出せるんで、喜びます。合わせて入れていってもいいとは思うんですけど、もう一回もう一回だけこの編成で行ってみて、気持ちいいです。ダメだったらちょっと編成の方は考えようかと思います。はい、お仕事終わったらさて、しましょう。またこれで疲労が溜まっちゃったので、先にバシー海峡行ってみましょうね。ここはちょっと気分を変えて、別の海域に攻略を先に行きたいと思います。潜水艦機下大変出撃します。バシー海峡は、南西諸島海域よりも、攻略難度がね、若干低い。若干ですけどもね。ただね、あちらには空母級のエリートが出てくるもんですから、道中さえ突破できればいけるそういうふうに考えています。お花見ですか。お任せください。お重いっぱいにお料理詰めて汗さんじますね。あの子たち何が好きかしら。楽しそう。西空地の方も先ほどの海域よりも南西諸島よりもね、こちらの方が若干低めなので、装備はこんな感じでいけるかなとは思うんですが、でもこれだと足りないので、シオンとシオイの方に桜、綺麗ですね。そう、お花見。七尾湾のメンバーで行きましょう。楽しそう。セイライノさんを搭載してあります。搭載数も、フルで搭載すれば6機編成することができますが、魚雷のね、威力はどうしても必要になってくるので、魚雷1、艦上爆撃機、水上爆撃機のセイランという装備をしていきます。潜ります。潜らしちゃいます。そしてシオイも同様に、セイランさん装備になっております。あとニムとヨナは、魚雷の装備になってますけど、ヨナだけはちょっと特殊な装備にしてますね。これは潜水艦内でお花見ですか。
このような同じ中の人がね、赤木さんと同じ人っていうこともあって、それはないのかなと思うんですけども、ちょっと余談でした。装備の方が魚雷とこちらのね、後期潜水艦搭載の電弾になっています。これで、カットイン攻撃ができますので、以上5名で出撃をしていきます。お花見ですか？お任せください。お重いっぱいにお料理詰めて、はい。汗さんじますね。今度はちゃんと海峡間違わずにパシー海峡行ってみましょう。潜水母艦大元抜病しますね。では最初のチェックポイント、ここを切り抜けることができればいけるはず。みんな頑張ってきてね。1番2番発射艦4位当たって1番2番発射艦4位そうなの？ヨナが？本当に？みんなに報告してくるね。最初の海域ですけどもね、最初からクライマックスという感じでしたが、大英がなんとかかわしてくれました。そしてヨナが MVP と。粘土の方もね、ちょこちょこ練習に出したりしてたんですけど、ようやく93まで上がってきております。もうちょっと上げたいな。知らないです。ご指導ご鞭達よろしくです。はい、知らぬいよろしくね。では進軍をしていきましょう。狐ぶどうさん、セーフ。そうですまだね、小派なので全く問題なくいけますね。ただルートがね、真ん中に来ちゃいましたね。ここも最初のところがランダムなんで、上に行ったりもしたりしてたんで、さあどうなるか。戦闘開始です。1番2番発射艦4位攻撃
完全に完敗ですね。まあ、相手がね、服従人なので、対戦攻撃は大丈夫かなと思ってましたけど、思いのほかいただいてしまいました。残念。ここは撤退をいたします。はい、無事帰ってきました。よかった。なんとかね、致命傷で済んだのかなというところですけど、まあ、ここはまたね、呼吸をしていきたいと思います。いやー、やっぱり潜水艦だけで行くのはね、かなりハードルが高いな。温まります。すみません。また少しお風呂に。よーし。進捗的にはまだ 25% といったところでしょうね。どうしようかな。よし。では次は、同じパシー海峡にもう一度行くんですけども、編成の方はこちらの編成でいきたいと思います。潜水母艦陣形没病します。皆さんよろしくお願いします。潜水母艦を陣形を旗艦とした、潜水艦隊、イオ、ヨナ、ローちゃん、そしてイ504、まあ、この子はね、武装潜水艦っていうことを言ってることも分かる通り、機銃をね、積むことができるちょっと変わった子なんですけど、いや魚雷の方がいいのかな、やっぱり。でもいいか、これでちょっと行ってみよう。先ほどのシオンとしおりと同じで、こちらはイオと瞳の方にね、同じくセーランさん積んでいます。第一潜水隊でお花見いいですね。やりましょう。トモちゃん、飲みすぎはダメよ。ね、すでに瞳からイオが飲んでしまうということをね、警告されています。さあ、どういう解消をするのか聞いてみますか。そう、いいでしょこの格納庫。左右もいいけど、やっぱセイラン一択。イエイ。特に今セリフが噛み合いませんでしたけどね、まあいいでしょうこのメンバーでパシー海峡行ってみたいと思います。今度は道中突破できるように祈ります。はい、潜水母艦陣形没病します。皆さんよろしくお願いします。では最初の戦闘に向けて進軍をしていきます。さあ、単獣陣で戦闘を開始。みんな頑張ってきてね。あれは敵。皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。大嫌い。撃ちましょう。発射管開け。1番。やめなさい。用意。今度は私が先に見つけました。行きましょう。合戦準備。はい、今回も初戦の方はね、完全勝利取れましたね。デートくん、褒めてくれてもいいよ。
いいよってまあ最初にね、セイランさんが2隻ダメージ与えてくれましたので、だいぶ、その後の展開が楽になりましたね。軽巡洋艦陣痛です。どうかよろしくお願いいたします。はい、陣痛さん、よろしくお願いします。さあ、続いて、どちらに行くかな？上かな？下かな？真ん中かな？あ、先ほどと同じところに行きましたね。ここがちょっとよくルートの固定がわからないんで、でもここを突破しないとね、先に行けませんので、単純陣突破をしていきましょう。あれは敵。皆さん気をつけて。先導用意お願いします。あれは敵。皆さん気をつけて。先導用意お願いします。今度は私が先に見つけました。今度は単獣陣なので、命中がね、当たるとでかい。大破してしまった。いやー、本当にこうなるとめった打ちですね。先に見つけました。まあね、これがボス戦だったらこのまま野戦でフィニッシュと行きたいところですけど、まだ道中なんですよね。やはり、水上艦一隻だけだと、こういうね、展開になるのは分かってたんですけど、きっと嘘。私、イオちゃんじゃ。そうなんだ。私か。そうか。はい、MVP 取りましたね。はい、ここは、まだ道中ですからね。はい、クラッシュをよろしくね。やめて。やめなさい。今回はね、機関が大破してしまったので、強制撤退ということでね。皆さん、お疲れ様でした。これは、まずいことになったな。この子たちも喜びます。はい、という感じなので、このままですとね、回数重ねれば、攻略することも可能だとは思うんですけど、それだとちょっと時間もかかっちゃいますので、編成の方を変えます。はい。ただ潜水艦ムスを全く出さないということではないですね。予定してた艦ムスで、駆逐艦を2隻、編成して、攻略の方に当たっていきたいと思います。最初は南西諸島近海、こちらの方ですね。まずは編成の方から、組んでいきます。潜水母艦陣芸没病します。皆さんよろしくお願いします。ここでは火力でいくとね、イクが一番火力が出るんですけども、でも安心と信頼のイムヤとゴーヤは残します。そして、駆逐艦からは
しぐれですね。はい。行くよ。そして、初島出撃します。先ほど出てきました初霜ですね。提督、いい春だね。風も気持ちいいね。やっぱりね、しぐれが出ると安心感が違いますね。スペックも全然違うんで、ちょっとあれなんですけど、ここはね、助けてください。しぐれ様。はい。そうですね。できるだけ助けたいわ。提督だってそうでしょ。そうですね。初霜。今回は臨形陣は取らずに単獣陣での突破をしていきますけども、頼むよ。空の傘は初霜に、対艦戦はしぐれにといった感じでいきたいと思います。制空地の方はギリギリですけど、ここはあまり考えずにいきましょう。さあ、それではまた南西諸島紹介の方にね、行きましょう。はい、提督。私、行けます。潜水母艦、ジンゲー、出港です。それでは改めて、攻略をしていきたいと思います。あれは敵。皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。あれは敵。皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。魚雷1番から4番まで想定。さあ、戦果を上げてらっしゃい。見てなさい。大嫌い。残念だったね。さあ、いらっしゃい。さすが、初霜ですね。狙われてましたけど、きちんとかわしていきます。ゴーヤ、ちゃんと頑張ったでしょ。え、チャンプルー、おかずじゃないよ。おかずじゃないよってね。今回ゴーヤ MVP は初めてかな。それでは続けて進軍をしていきます。雨はいつか止むさ。今日はね、天気悪いんですけど、雨はいつか必ず止みます。さっきからね、何度となくここで返されちゃってるけど、今度は突破させていただきますよ。あれは敵。皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。大嫌い。敵艦発見です。魚雷1番から4番まで想定。先ほどはね、もう抜きの集中攻撃が陣形に行っちゃってたんで、なんともなりませんでしたけど、やはりここはね、駆逐艦たちがブロックしていきます。いらっしゃい。ね、こんな感じで艦隊の防衛はやっぱり駆逐艦が強い。当然といえば当然なんですけども、ここもほとんどね、被害を受けずに頑張ったでしょ。突破できました。チャンプルー、おかずじゃないよ。長月だ。駆逐艦と侮るなよ。役に立つはずだ。ね、長月も役に立ちますよ。今日は出番がありませんけども、また今度ね。
それでは、ようやくね、ボスマスにようやく着きましたので、ここで S 勝利。先ほど取り損ないましたけど、今度は大丈夫でしょ敵。皆さん気をつけて。戦闘用意。お願いう。そうですね、キツネブドさん。今度こそ巣を。そうですね、今度こそ S 勝利を取っていきましょう。魚雷1番から4番まで装填。さあ、鮮度を上げてらっしゃい。やめなさい。この僕をここまで追い詰めるとはね。まあ、見てなさい。ここは譲れない。大嫌い。ここは譲れない。私が守ります。さあ、いらっしゃい。やりましたね。どうや、ちゃんと頑張ったでしょ。え、チャンプルー？おかずじゃないよ。まあね、できれば潜水カンムスと潜水母艦で攻略をしたかったんですけど、でもいいでしょう。これでね、攻略なりましたね。足柄よ。蓬莱激戦が得意なの。よろしくね。はい、足柄さん。今回はね、もう駆逐艦以下しか出せないので、出番がありませんけど、また、次の機会によろしくね。皆さん、お疲れ様でした。あの子たちも喜びます。これで、2つの海域の攻略がなりましたので、80% ということになっております。残りは、バシー海峡。ただこちらはまだ攻略を1回もしてないので、2回攻略をしないといけませんので、改めて、編成の方ですね。こちらの編成。まあね、こちらで攻略したいんですけど、多分またね、止められちゃうんで、こちらにも駆逐艦を2隻配備したいと思います。キツネブドウさん、パチパチパチおめです。キツネブドウさん、ありがとうございます。カンムスたち頑張っていますか、頑張ってますので、応援いただけると嬉しいです。はい、続いてですね、メンバー的には、ヨナとシオイを残しますね。そして、駆逐艦、時津風、そして浜風、まあ、当初はね、本当は当初はもうこの駆逐艦4隻で行くのがね、一番鉄板の攻略法だったんですけども、調べてみたら、潜水艦でもいけるなというのがね、あったので、チャレンジをした次第です。もちろん全く可能性がなかったわけでもなく、かなり惜しいところまではね、いけてるんですけど、あと一歩届かない。なので、全部、駆逐艦たちに任せるのはちょっとまたね、なので、いいかもしれない。半分だけ力を借りたいと思います。なるほど。
にしようかな。はい。それでは、バシー海峡に向けて出撃をしていきたいと思います。潜水母艦大元抜病しますね。いやー、でも時間の経つのは早いもんですね。もう1時間も経っちゃったんですね。いやはや、この任務、手強いな。うん。では、最初の海域、突破をしていきたいと思います。単獣陣で戦闘開始。敵艦発見。どうしましょう。よーし、401の華麗な戦い始めちゃうよ。さあ叩くよ。これが駆逐艦の本文です。艦隊増速突入します。やっちゃうからね。うん。まあね、ここは先ほどから完全勝利をね、出しているので、特に問題視はしてなかったんですけども、うん。みんなに報告してくるね。よかったね。うん。はじめまして、ねのひだよ。艦名読みづらくなんかないよね。ね。今日は何の日、ねの日だよ。よろしくね。うん。さあ、続いての海域はどこになるのかな。あ、今度は上ルートになりましたね。ボーキサイト回収して、エッジマスにいて、さあ、ここからどうなるのかな。S だからボスマスに行くと。うん。うん。まあちょっと道中のね、戦艦部隊をスルーしていく形になりましたけど、まあこれはこれでいいでしょうね。それでは、単獣陣で戦闘開始です。鮭さん、こんにちはです。あ、鮭さん、こんにちはです。コメントいただけるのも久しぶりですね。お元気だったでしょうか。私は元気にやっております。今日は潜水母艦と潜水艦のね、みんなで攻略を頑張ろうと思って組んできておりましたが、途中でちょっと挫折をしてしまい、まあ、それでもまだ駆逐艦をね、半分だけ力を借りて攻略を図ろうとしております。うん。さあ、あと1隻だけ落とせれば、野戦ではだいぶ楽になるところで、さすがトッキ空母93、鮭さん、こんにちは。ー。よし、あとは野戦で決着をつけましょう。うん。カットインは出ないけど、やっぱり火力はね、高いから、ダメージも、取れて、浜風が最後に決めましたね。うん。鮭さん、空母93、こんにちはです。勝って兜のなんとやらです。ね。まずは整備ですね。親の声より聞いた、MVP かもしれませんけど、浜風が勝利を
MVP を取ってくれます。はい。さあ、開講するのは誰かな。あ、高尾さんだ。はい。あなたのような素敵な提督でよかったわ。はい、高尾さん、よろしくね。うん。無事帰ってきました。よかった。まあね、大芸だけは無事ではなかったんですけども、帰ってこられればもう無傷ということなので、みんなお疲れ様。ありがとうございます。すみません。また少しお風呂に。いやー、本当に手強いな。さて、最後ですね。ここは、続いては、陣芸にね、攻略を任せたいと思います。没病します。よろしくお願いし編成の方はですね、ローちゃんとルイージをここはちょっと外させてもらいます。駆逐艦からは一番最初の、聖女主体の時に出てもらいました有明と、響に出てもらいます。了解。響き、出撃する。四水戦27区有明出るぜ。ついてこいよ。この状態だとね、制空はもう完全ではないか、負けることはないんですね。優勢を取ることは十分できるので、みんなに迷惑かけてるかな。だいたいこの海域ですと、お風呂。先に行3スロット水上戦闘機を用意できれば、制空権はね、特に問題なく取れますので、監修の方はいろいろバリエーションが選べますのでね、皆さんいろいろな攻略の仕方があるかとは思います。それではバシー海峡のね、もう一度一勝利取りに行きたいと思います。やっぱりね、この総合力を見るだけでもね、安心感が違うな。はい、提督。私、行けます。潜水母艦、陣芸。あ、出港です。間違えた。オリオール海に行ってしまってるじゃないか。ダメだな、もう。今日のね、2回目の、ガバプレイをしてしまいました。狙ってやってるわけじゃないんだけどな、もう。どうしてもこの海域、任務海域と間違っちゃうんですよね、これね。これもこの海域が対象になってる回数がね、トップだっていうことも関係してるんですけど、いいや、もう演習だ、演習。今度は私が先に見つけました。もうね、開幕から合戦準備。敵艦隊は壊滅状態と。よし、演習は十分終わった。いいよ、またやっちゃった。提督、褒めてくれてもいいよ。はい、いいよ、イエイ。ね、ここは、はい、帰ります。はい。皆さん、お疲れ様でした。いやー、いかんな。ちょっと疲労を抜かないとね、真の力が発揮できませんので、ここで今日は何の日コーナーをね、先にさせていただきたいと思います。ちょっと用意しますので、少々お待ちください。
はい、今日は、BGM の方、これ、交渉の BGM にね、かけての、今日は何の日コーナー。まあ、今回からといいますか、次回以降も、BGM ね、いろいろ試していこうかなと思っておりますので、そこも楽しみにしていただければなと思います。それでは今日のね、何の日。今日の何の日はこちら。はい。今日、4月18日は、ウッドデッキの日となっております。ちょっと妖精さんがあれだな。消しとこう。妖精さんでちょっと一回待機ということね。こちらは、日付が4月になりますとね、春ということで、販売台数が増えると。ウッドは、漢字の木。で、その木を分解すると、10と8になることから、18日、4月の18日が、記念日というね、そういったきつねぶどうさん、ウッドデッキ、憧れだな。ね、ちょっとね、こういう感じで記念日になってるみたいでしたので、選んでみました。ウッドデッキのデッキというのは、これ船の甲板を意味する英語のデッキ、DECK を由来をしています。本格的なウッドデッキは、初心者でもね、簡単に作ることができる。本当簡単なのかちょっとわかりませんけども、そういったキットタイプで販売されているようなので、もしね、お庭で何かこう、日向ぼっことかね、バーベキューとかね、ちょっと今時期的にちょっと厳しいところもあるんですけど、そういうのには、こういったデッキがあったりすると、便利というかね、変わってくるのかなというふうに思いますね。で、このキットはですね、デイ初心者でもプロ以上の仕上がりをコンセプトに開発したものらしくて、仕上がりが綺麗、作りやすい、わかりやすい、頑丈が特徴のベストセラーになっているようなので、私もちょっとこれ見るまで知りませんでした。はい。結構スペースも取りますので、庭にね、何かあったらいいなと思ったときは、一つ一行してみるのもいいのかなというふうに思いまして、船のデッキもね、かけて、今回の記念日の紹介をさせていただきました。4月18日、ウッドデッキの日。ホームセンターとかに行くと、もしかしたら売ってるかもしれないですね。ということで紹介させていただきました。はい。では、今日ね、最後の出撃になるかな。そちらの方にまた戻っていきたいと思います。またね、ちょっと用意しますのでお待ちください。気持ちいいですね。そうだ、このお仕事終わったら潜水艦隊でお花見しましょう。提督、いかがですか？よかった。今年はね、ごちそう作りますね。花見に行くことも不可能ではないんですけど、本当にもう遠くから見る、自宅で花見というね、いうのが、流行ってるとかね、流行ってるとかあんまりなんでしょうけど、
ではパシー海峡2回目行ってみたいと思います。はい、提督。私、行けます。潜水母艦ジンゲイ出港です。それでは最初のね、水雷戦隊との水上戦闘戦になります。みんな頑張ってきてね。あれは敵。皆さん気をつけて。戦闘用意お願いします。大嫌い。撃ちましょう。発射管開け。一番やめなさい。用意無駄だね。ここはね、さっきから完全勝利取ってるので安心感がやっぱり違いますね。いいよ、またやっちゃった。提督、褒めてくれてもいいよ。やっぱりイオの方がね、運の値が高いからかな。MVP 取っちゃうな。うん。はじめまして、達田だよ。天竜ちゃんがご迷惑かけてないかな。あ、達也さん、よろしくね。天竜ちゃんはさっき出てましたけど、今日初めての達也ちゃんですね。よろしくお願いします。天竜達也、この軽巡洋艦、年数は古いというか、歴戦の駆逐艦なので、違う、巡洋艦なので、きつねぶどうさん、パチパチパチやっと調子が上向きに。きつねぶどうさん、ありがとうございます。やっぱり駆逐艦編成をして攻略をね、していくと安定感がまるで違いますね。これが、この艦隊コレクションの、醍醐味だと思います。このゲームの主役はやっぱり駆逐艦なんです。上行っちゃった。そうなんですね。ここ、ランダムで、それちゃう時はそれちゃうんで、防気サイトを回収しました。はい。皆さん、お疲れ様でした。いやー、これは、致し方ない。私たちも喜びます。もう一度、行きたいと思うんですけど、私、潜水隊の母艦ですから。ここはね、賃芸をちょっと一回下げて、対芸に期間を変更していきたいと思います。潜水艦隊機関、大芸、出撃します。メンバーの方は同じですね。出撃ならずですね。これもね、予想はしてたんですね。ルート固定するには、解剖艦をね、2隻入れれば固定できるんですけど、潜水艦隊機関、さらにそれをやってしまうとね、ハードルが高くなっちゃうんで、ここはもうあえて、それることをもう、イデヤさん、こんにちは。今日も遅れました。イデアさん、こんにちはです。いえいえ、こちらこそまた来ていただいてありがとうございます。今日はね、この春限定の任務やってるんですけど、私が思っていた以上に手強い潜水艦でのね、攻略ができると、机上演習ではバッチリだったんですけど、やっぱり実戦はね、そうはいかないですね。皆さんも参考になればと
実践の参考になればと思います。遅いよ。一石残しちゃったか。先に見つけました。でもね、行きましょう。さすがに深海生還のね、準備。右の方うまいんで、今完全に体外狙ってましたけども、有明がカバーをしてくれましたね。危ない。嘘。きっと嘘。今度は瞳のね、いおちゃんじゃ。MVP でしたね。そうなんだ。私。艦隊のアイドル。中ちゃんだよ。よろしく。私。瞳はね、ちょっとMVP のコメントが長いんで、仕方ないね。そして、艦隊のアイドル中ちゃんだよってね、中ちゃんも今日初登場ですね。よろしくね。本来はこの任務、仙台型がね、多分一番適してるんだろうなとは思うんですけど、ここは潜水母艦でいきます。はい。そして、これもランダムなんだけど、今度は直行しちゃいましたね。これはわからない。では、このまま戦闘に入っていきます。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。どうしましょう。今度は私が先に見つけました。行きましょう。くらえ。合戦準備。攻撃。嫌な予感はしてた。遅いの。私ダメかもしれない。さすがにこれは恥ずかしいな。水だ。緊急浮上。イオはこんなんで沈まないから。やるしかないな。剣敵必殺だ。当然鎧戦。待てって行くぜ。沈むわけにいかねえし。待てったら。完全にやられてしまいました。これでは、野戦をしても勝利取れませんので、追撃はせず母港に帰りたいと思います。右艦これうまいな。そして、戦術的敗北ということでね、いや厳しいな。狐ぶどうさん、厳しい。なかなかやってくれますね。無事帰ってきました。よかった。津山、岩川牧場さん、うまく噛み合いませんね。相手の方がね、うまく噛み合っちゃったっていう感じですね。鮭さん、厳しいですね。でもね、こんな中でもみんな大芸を守ったというねことで、今回大芸無傷なんですよね。これが今回の我々の勝利だということでいいのかな。そうだな。とりあえずは潜水艦ムスはこのままイオと瞳は出撃をしてもらうことにして、ただ駆逐艦に関してはちょっと変更をしたいと思います。さざ波と山雲だな。さざ波と山雲に出てもらいましょう。ここは
さざ波は今日のね、一番最初の戦いで出てましたから、皆さんも記憶に新しいとは思うんですけど、山雲は今日初めての出撃になります。これも、大英絡みでね、この護衛をしたということで選んでいたんですけど、まさか出番が来るとは思ってなかった。社員さん、コンです。社員さん、こんにちはです。昨日は配信お疲れ様でした。だいぶ長くやられていたようで、今日は体調の方はよろしいでしょうかというのもあれなんですけども、こちらの方もね、私の中ではもう攻略終わってるはずだったんですけど、余裕で時間はね、かかってますね。これもね、潜水艦の艦滅たちを活躍させてあげたかったんですよ。もう社員さん、お散歩大変ですよね、わら。なかなかねこの任務、監視を縛ってるのもあるんですけど、やっぱり5隻で行かなくちゃいけないっていうのがね、一番難しいというかね、意外とね、普段は6隻で、主力の艦滅もね、次の日悪いんですけど珍しく平気です。あれ、そうですか。シャイさん、今日は体調がよろしいということで、それはもう良かったです。ではね、もう一度ね、今日何回目かな、今日これ6回目かな。パシー海峡にね、出撃をしていきたいと思います。また間違ってお料理行かないようにね。今日はご出撃もね、誤った出撃も2回やっちゃってますので、気をつけていきましょう。特にね、疲れた時にこういう間違いをすると、とんでもないことが起きる時がありますから気をつけないといけません。私もね、過去に一度だけね、やらかしたことがありますので、それ以来ちゃんと意識を持った時にやるように心がけております。よし、最初の爆撃と雷撃は OK ですね。社員さん、バシーだけで6回入った覚えある。はい。バシーだけでね、ちょうど今6回目です。これが。編成の方は縛れば縛ってもいいし、いつもですとね、この海域は巡洋艦クラスを1隻、あとは軽空母とかね、水上規模艦を入れたりして攻略してるので、そんなに難しくはないんですけど、今日はそうはいかないんで、運営さんもよく分かってますね。では、単獣陣でね、もう一度行ってみましょう。さて、最初の航空戦では優勢を取れる。
まあ、ギリ優勢は取れるね。ただ、落とせないか。一隻だけか。そこなのね。合戦準備。でもさっきはね、潜水カンムスやられちゃったけど、ほんと何も言えないな、これじゃあ。潜水カンムスさえ残っていれば、雷撃で落とせる一隻はね。発射管開け。よし、残り3隻。ギリギリいけそうですね。大義、ここで被弾をしてしまいましたね。おお、イオ、カットイン出なかったけど、落としてくれたね。そしてね、西村艦隊の山雲、やっぱり強いな。うん。いやー、長かった。やりましたね。山雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。いえいえ、この子はね、出てくればしょっちゅう活躍してますから、何の心配もしてませんでしたけど、MVP 取ることができました。うん。きつねぶどうさん、ナイスイオちゃん。ね、イオちゃんのね、来撃も見事でした。うん。そして北上さん、よろしくね。きつねぶどうさん、S おめです。ありがとうございます。鮭さん、お疲れ様です。きつねぶどうさん、鮭さん、ありがとうございます。はい、いや最後の最後で大義もね、被弾しちゃいましたけど、ちゃんと直してあげましょう。うん、他の子は、うん、普通に入居してもらうけど、わあ。お花見ですか？お任せください。お重いっぱいにお料理詰めて、はせさんじますね。ね、はせさんじますねってことでね。まあ余談ですけどもね、この大義が持っているこの袋みたいなやつ、まあこれは社員さん、なんとかセーフでしたね。ね、本当にギリギリだろうなと思って野戦の方には行ってみたものの大丈夫かなと、うん、まあイオがねちゃんと相手の従順を落としてくれたんで、まあこれでなんとかなりましたということでした。うん、いやいや手強い任務でした。うん、ね、この大義が持ってるこの袋、まあ、この子、まあ、皆さんも知っての通り改装すると劉邦っていうことでね、名前も監視も変わっちゃうんですけど、この持ってる袋が本来この水上規模艦じゃなくて潜水母艦にはない装備、エレベーターですね。まあそれをもうこの段階で装備していたのをまあ隠してねいたという、まあ、逸話がありまして、その飛行甲板を表しているのがこの袋らしいです。はい、ということでね、任務の方はこれで攻略となりましたので、報酬の方を受領していきたいと思います。春の限定任務、春の近海紹介お散歩、本当にお散歩ではなかったな。でも無事に攻略できましたので、津山、岩川牧場さん、任務おつおめです。TS 山さん、岩川牧場さん、ありがとうございます。そうだな。棒読みちゃんの名前をね、登録しないと変わらないからな。そんな秘密が。こんな秘密があったりもしたりしてということでね、
ちょっとここだけ今のうちに直しとこ忘れちゃうんでね。前回イディアさんのところも、一応辞書に登録はしたので、今日ちゃんとなってたので、今日は、こちらの方も直しとこう。TM 山。ちょっと発音早い気はするけど、じゃあこれで登録しとこう。はい。OK。多分これで OK のはずです。はい。それでは、もらっていきますけども、まあね、装備が対戦装備というのはなぜかなと思ったりもしますけどもね。岩川牧場さん、わざわざありがとうございます。いえいえ、結構この辞書についてはね、ちゃんとやってあげれば優秀な子なので、お勉強させていきましょう。はい。まだね、こういった対戦装備の、一応今だと開発落ちもする装備なんですけどね、まだ数が足りないっていう人でしたらね、十分選択の余地になるのかなと思いますけども、開発資材の方、私の方ではもらっていきます。9号式爆雷は、解剖官も来てくれるんです。これは給料官と特注化学食品か。これは迷うな。これは皆さんどちら選ばれました？給料官と特注化学職人。初心者用ですよね。初心者、おそらく2の、第2回帰をまだ攻略ね、してる途中の方で、第1回帰の1の5とかね、これから行かなくちゃいけないっていう人だったら、やっぱり必要な対戦装備ですからね。これもそれに関連して、この9号式爆雷なんだろうと思いますね。そうですね。ここはね、迷うところだな。特注職人も、よし、ここはもうイベント近いので給料管にしとこう。もう、始まったらいっぱい使うんで用意しときます。はい。燃料、弾薬、鋼材、ボーキサイト330、開発資材が5つ。イラク多いから株職ね。ここはね、いろいろ、選ばないといけないですね。岩川牧場さん、イベ前なんでイラコ選びました。私と同じで選びましたね。イデヤさん、私は家具少ないので家具職人にしました。そうですね。家具も、家具コインで買えたりするのもあるんですけど、もう、だいぶね、家具コインも減っちゃってて、多分今の全開で開けたら、もう10万もね、コインがないですから、よっぽど欲しいのが出ない限りは、家具職人使わないつもりではいるんですけど、だいぶ使っちゃったな。はい。ということでね、今日だいぶ長く配信をしてお付き合いいただいた方、本当にありがとうございます。はい。これでね、ちょっと途中で、いつもの、カンコレグッズの紹介であったり、今日は何の日コーナーもね、入れちゃったので、これで、今日の配信は、終了ということになります。
最後にね、またちょっとご挨拶というか、こちらご用意をして、お別れをしたいと思います。信じて。空母9さん、皆さん、お疲れ様でした。空母9さん、それに皆さん、お疲れ様でした。今日はね、本当にね、潜水艦ムスの活躍を皆さんにお見せしたいというね、鮭さん、欲求でお疲れ様でしたやったんですけど、こんな配信となってしまいましたが、TM 山、岩川牧場さん、配信お疲れ様でした。ね、ありがとうございます。皆さんもね、4月、いでやさん、お疲れ様でした。まもなくね、また8周年、配信お疲れ様でした。来週の22日にはね、お疲れ様です。皆さん、ありがとうございます。今回の任務は攻略したことで、大体の任務は終わってしまいました。ただ、前回の第二次サーモン海域で、野戦ルートをね、行こうって言って、結局できませんでした。海域は攻略したんですけども、なので、ちょっとそこを次回やっていこうかと思います。編成の方はまだ検討中なので、サムネイルで多分分かるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回はね、第二次サーモン海域暗闇を越えてと私が勝手に任務を作って、攻略をしていきます。おそらくアップデートある日かその近辺にやろうかと思ってますので、準備ができましたらまた Twitter 等でお知らせをいたしますのでよろしくお願いします。またね、いつも最後になりますけど、多聞丸のカンコレ多聞丸です。番組ね、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また、お願いですね。少しでもね、いいと感じていただけたら、高評価の方、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、ここで失礼いたします。また次回も皆さんお会いいたしましょう。じゃあね。多聞丸のカンコレさん、皆さん、お疲れ様でした。次回もよろしくお願いいたします。